こんにちは。人工生命シミュレータを作りました。丸いやつがたくさんあるね。これが生物だよ。ランダムウォークしているね。こいつらは遺伝子を持っているよ。生物の色は遺伝子に基づいて決まっている。遺伝子に基づいて、生物はお互いを食べたり、繁殖したり、突然変異したりするよ。まず、捕食はどういう仕組みかな。遺伝子は2つのビット列で、それぞれ餌と自分の種族を表している。話を簡単にするため、2つとも1ビットで表そう。2×2 の4つのゲノムが考えられるね。右の種類というのが自分の種族で、左の餌というのが捕食対象の種族を表す。だから薄青11は紫01を食べる。全部書くとこうだね。青00と薄青11はいずれも共食いをすることもわかるね。ビット列が1よりもっと長い場合には、餌種族と完全に一致しなくても似てる種族を食べれるようになってるよ。色はどうやって決まってるんだろうね。まず餌種族、自分種族のビット列それぞれを数値に変換する。そして餌ビット列の数値を生物の色の赤成分、自分ビット列の数値を緑成分に対応させる。青成分は意味がないのでとりあえず最大にしてある。だから青っぽい生物が多かったんだね。この図は本当の計算というよりは雰囲気を表したものだから注意してね。フィールドにはリソースという四角い粒々が定期的に供給される。リソースは動かないし自分から捕食、繁殖を行わない。しかし遺伝子を持っていて、それに従って生物がリソースを食べられるかが決まる。食べられた生物、リソースは赤く光る。生物は単位生殖を行い、子供に遺伝子を受け継ぐ一定の確率で捕食ビット列か自分ビット列かのどっちかに突然変異が起こり、ビットの一つが反転する。生物を小さくしてみたよ。グラフが生物の増加を表しているね。色は生物の色だけど黄色は餌の数を表しているよ。今度は遺伝子の長さを4たす4にしてみた。次に、生物の足跡を残してみる。カラフルになったね。
今度は重力と流れを持った輪っかみたいなものを用意してみた。ここでは今までと違って生物は持っている速度に従って運動する。足跡付きにしたよ。このシミュレーションはプロセッシング JIS というフレームワークで作られました。今後の展望としては、トイペスクリプトへの移行や、衝突が位置によらずランダムに起きる0次元世界などを考えています。それでは今回はこの辺でバイバイ。